はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は、幽霊って本当にいるのという質問にですねお答えさせていただきたいと思います。結論を言うとですね、幽霊はいます。幽霊はいますよ。脳科学の観点からだと幽霊であるとかそういう精神的な活動というのは脳の産物であって、だから脳死状態になったらそういったものっていうのは全てなくなってしまってね、魂やなんやっていうのはもうないんだ、それが脳科学的な考え方かと思います。非常に分かりやすいんですけれども、ただね、実際に体験している私、そうした幽霊、我々の世界では御霊、また御霊様と呼んだりしますけれども、こういう御霊と触れ合う体験というか、御霊を感じる体験、そういったのを多くしている人間からすると、じゃあこの現象をどう説明してくれるんですか、というね問いが生まれてくるんですよ、なかなかねその脳科学的なアプローチだけでは説明しきれない世界があるというのも、これはまた、事実なんですね。で、私子供の頃に非常に印象的な体験をしたことがあって、ポルターガイスト現象って聞いたことあります？よく映画なんかにね出てきたりするけれども、お皿が飛んだりとか家具がガタ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 いったりとかね、そういうものが動いたりする現象、それが幽霊の力でもってそうなるんだっていうようなね、ことなんだけれども、そういうポルターガイスト現象っていうのがね、あって、でこれをね私実際に中学校1年だか小学校高学年だかの頃に経験したことがあるんですよ。でこれね私だけじゃなくて目撃者が8人ぐらいいるんですよ。8人ね。でこれが例えば幻覚だったり集団ヒステリーだったりね、何か勘違いだよっていう風な形でこれを片付けようとしてね、何らかの幻覚を誘発するような成分の煙かなんかを吸ったか、もしくはそういうストレス下にあったか、そういうふうな状況だったとしても、さて8人が8人とも全く同じ幻覚を見るだろうかね。そう考えるとちょっとこれはどうなのかな、私はこれはね確実にポルターガイスト現象であったと今も思っているし、8人目撃者がいますからね、これなかなかね、私の中ではかなり結構これが心に引っかかってる出来事で、実はこれすごく裏に悲しい物語があって、そのポルターガイスト現象はですね、うちの近くのとあるアパートの一室で起こったんですよ。そのアパートにはね昔、私の同級生が住んでたんですね、昔。母一人子一人のシングルマザーの家庭でありました。そうしたところがね、ある日このお母様が急病にかかられて、亡くなられてしまったんですよ。それで、私の同級生、そのお友達は一人ぼっちになってしまったんですね。それで、おじいちゃんおばあちゃんのところにもらわれていって、このご家族が住んでいたお部屋というのは一旦空き室になったんですよ。それからしばらく経って、また新しいご家庭がそこに引っ越してこられた。お父さんお母さんと子供3人の5人家族が引っ越してこられたんですよ。でその後にこのポルターガイスト現象が起こったんですね。確かね、夏だったと思います。確か夏休みだった記憶があるのでね、お家におったら隣の家の人たちがうわーって悲鳴を上げながらお家から飛び出てこられたんですよ。それでねもう大騒ぎされてるんですよね。で一体何事かと思って、うちからも両親とあと私と妹が飛び出ていって、何何どうしたのどうしたのって言ったらですね、もうみんな隣のお宅のそのご家族がパニックになって、子供たちは泣いてるし、で一体何があったのって言ったら、いやお化けが出たって言うんですよ。お化けなんて言ってね、私も子供だったし、ね、妹と二人でやって見に行ってね、そうしたらすごいんですよ。お部屋の中がもう荒れ放題、もうお皿が割れてたり、なんかガタ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 、なんか机も動いてるしね。それで
蛍光灯がですねこう点滅してるんですけれども、よくありがちなね、蛍光灯が古くなってくるとカチ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 ってこう点滅するでしょ。ああいうね、不規則な点滅じゃなくて、車のウインカーのように一定の正確なタイミングで明滅してるんですよ。ピカッ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 ってね、誰かが蛍光灯のオンオフをずっとやっているように規則的にそれが点滅してるの。誰もいない部屋でね。それでね、蛍光灯のこう紐がね、このスイッチの紐が垂れてるでしょ。これがね、風もないのにぐるん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 回ってるんですよ。すごい状況なんですよ。お部屋は荒れてる、家具はうわんうわんなってるわ、点滅はしてるわ、ね、紐は回ってるわでね、何が起こってるんだろう。とにかくすごい雰囲気なんですよ。でそんなことがあって、この方、ね、ここに住んでいる方々は、出身が沖縄の方で夏休みの間沖縄に帰っちゃったんですよね。だってそんな部屋戻りたくないもんね、怖いもんね。でね、沖縄に戻られて、そしたら皆さんご存知かな、沖縄にはねユタさんっていうね霊能者の方がねいっぱいいらっしゃるんですよね。亡くなった方の声が聞ける、そういうふうに言われている方々、それを生業にされていたり、まあ仕事の合間にそういったのをされている方もいるし、そういう方がねいっぱい沖縄にはいらっしゃる。で、そのねユタさんのところに相談に行ったんですって、このご家庭の人がね。そしたらそこのユタさんがね、あなたのお家の近くに大きい神様がいるから、そこに行って助けてもらいなさいってそう言われたんですって。でそれを聞いてこっち戻ってきた時にうちに除霊のお願いにね来られたの。実はうちがねこういうふうなことでお化けが取り付いているから、だからなんとかこれ払ってくださいというお願いを受けたんですよ。でね、うちはね基本的にね除霊という形ではお断りしてるんですよ。除霊というのはね、なんでかっていうとね、除霊ってね根本的な解決にならないんですよ。ね、だってあっち行けってこう払うのが除霊でしょ。その御霊様って何か思いがあって出てこられてるわけですよね。伝えたいメッセージか何か聞いてほしい内容があってその御霊様出てこられてるわけ。必ず理由があるんですよ。その理由を聞かずしてあっちに行けっていうのはね、これは何の解決にもならんでしょ。だからね、この御霊様がどういう思いで出てこられているのかはわからないけれども、ね、そこに思いをいたしてどうぞこの御霊様も立ち行きますように、ね、それで、おとなしく静まりますようにという形でこの御霊様をお慰めするような御祭りであったら喜んでお仕えさせていただきますけれどもいかがでしょうか。そう申し上げましたところ、じゃあそれでお願いしますということだったのでうちでお祭りをさせていただいたんですよ。でその時にいろいろね何が起こったのかとか、そのポルターガイスト現象の前からねどんなことが起こっていたのかとか、そういったことをねいろいろと詳しく聞いたんですよね。そしたらね、その新しく越してこられた、ね、ご家庭のお母様の枕元にね、女性の御霊様、ね、我々の世界では幽霊のことをね御霊様御霊と呼んだりするんですけどね、御霊の神様ね、その御霊様がね枕元に立たれて私の息子のことをお願いしますってそう言われたんですってね。皆さん思い出してくださいね。そのご家庭の前には私の同級生のねシングルマザーの家庭のね、親子2人暮らしのご家庭が住んでおられたのね。でそのお母様お亡くなりになったでしょ。で私はねピンときたんですよ。ああそうか、ね、母一人子一人で、都会の片隅でね、肩を寄せ合って生きていた、その家族、そのお母さんがね自分の愛する息子を残して死ななければならなかった、ね、病気のせいでね。それはね息子を残して死にたくなかったでしょう、このお母さんもね。後に残した息子のことが心配で心配でしょうがなかったと思う、ね、でも自分は死んでしまってああどうしよう、ね、でも頼る相手もいないし、それでね縁もゆかりもないこのお母様の枕元に立たざるを得なかったこのお母様の切なさね、
それと死んでなお自分の息子を守ろうとするこの母親の愛情ですよ。ね亡くなった後も自分の子供を守るために必死なの、このお母さん。決してね、悪霊なんかじゃないんですよ。それはね、突然出てこられたらびっくりしちゃうでしょ。なんかたたりに出てきたかなんて思う人もいるかもしれない。でもね、御霊様っていうのはそんなね、怖い存在じゃないんですよ。必ずね、出てこられる時には何らかの意味がある。メッセージがあったりするわけ。よくね、映画とかね、そういう心霊番組なんかでは、とかく御霊様、幽霊っていうのは怖い存在として取り扱われがちですよね。そうした方が番組面白いもんね。映画だってね、そっちの方が盛り上がるでしょ。でもね、ちょっとね、違和感があるね。実際のその御霊様と関わるお仕事をしている私から見ると、御霊様っていうのはそんな怖い存在ではない。悪霊だ怨霊だなんていうふうにね言われたりなんかするけれども、だって人間たたり殺したからって御霊様に何のメリットがありますかね。なんかやれこう人がいっぱい亡くなった自殺の名所とか事故が多発するところだとね、他の犠牲者をこう呼ぶから事故が起こるんだなんて言うけどね、じゃあそれで人殺したからってなんか御霊様に何のメリットがありますか人殺したらその人の肉体が乗っ取れて自分が生き返れるの？そんなことないでしょ。何のメリットもないんですよ。ああいった自殺の名所で自殺がいっぱい起こるっていうのは、そこに行ったら自殺が完遂できるっていう実績があるから、自殺志願者さんがいっぱいそこに行くわけ。事故が多発するところっていうのは、事故が多発するような見通しが悪かったりカーブが急だったりするから事故が起こりやすいわけですよ。何もね、御霊様を悪者にしてはいかん。で、そうしたことでですね、そのポルターガイスト現象っていうのを私はちっちゃい頃に体験していてね、で大人になってからそれを思い出して、はてあれはもしかしたら少年時代の私が作り出した偽りの過去だったんじゃないかなとかね思ったりしてね、時々こう妹に聞いたりするんですけど、妹に聞いたりとかその当時のお友達に聞いたりとかするとね、みんなやっぱりね、あれはポルターガイスト現象だったって今でも言います。8人が見てますからね、そういう現象もあるんですよ。で、今日のまとめなんですけれども、まずそういった形で御霊様というのは、これはね、否定する立場の方もいらっしゃる。でその否定する立場に立っている方を私は否定しません。そういう考え方もあると思うし、私もどちらかというとね、疑り深い性格で、自分の身に起こっていることがね、これどうしてこういうふうなことが起こるんだろうかっていうの説明がつかないことがいっぱいある。ただ体験してるからね、これ認めざるを得ないっていうのが私の立ち位置なんですよ。だから私の立ち位置からすると御霊様は確実に存在します。でね、一つちょっと注意しないといけないのは、こういう御霊様のことを取り扱う人たちいっぱいいるんだけども、自称霊能者って言われる人たちね。でね、あなたは取りつかれてますよとか、たたりを受けてますよみたいなことで恐怖で人を縛ってお金稼ぎをするような悪質な霊能者の人って結構いらっしゃるんだけど、これね、信じなくていいです。その人偽物ですから。それ偽物だよ。御霊を悪者にしてお金稼ぎをする詐欺師ですから、そういった人の言うことはね、耳を貸さなくていいです。でもし万が一自分がたたりに遭ってるとかね、なんか取りつかれてるって思ってたりとか、それをまた原因にしてお金をゆすられたりなんかしてるような人がいたとしたら、私のところに連絡してください。私がタダで解決してあげます。私はお金は取りません。なぜかって私は本物だから。本当に御霊様神様にお仕えしているとですね、そうやって御霊様や神様を悪者にしてたたりだよなんだろうって言ってね、お金を稼ぐということがどれだけ恐ろしいかっていうことが分かるんですよ。そんなことでね、お金を稼ぐとね、後々恐ろしいことが起こったりするかもしれないよ。だからね、まずそういったことで人をね、恐怖で縛って洗脳するっていう手法はね、これね、カルトの手法なんですよ。オウム真理教がそれやってたでしょ。
恐怖で縛るっていうのがね一番人間をコントロールしやすいんですよ。そういったものにね耳を貸す必要はありません。それはね偽物ですね。ですから、御霊様というのはそんな風に怖い存在ではない。もし、周りに何かこう御霊様がこんな感じで出てこられたりなんだりっていうのがあったら、コメント欄にでも書いてくださってね、私に個別にメールをくださってもいいし、そしたら私がねそれについて一緒に考えてあげます。まずね、御霊様が現れる時というのは何かあなたを害そうとしたりね、何かこう危害を加えようというのではなくて、何か伝えたい内容があって出てこられてくることが多いということ、そんなにね、怖い存在ではないということね。まずね、今日はそのぐらいにしておきましょうかね。またこの話もねもういろいろネタがあるんですよ。だから繰り返しこれからいろいろな話をさせていただこうかなと思いますので、チャンネル登録と、高評価の方もよろしくお願いします。はい。では今日は以上にさせてもらいます。じゃあまた会いましょう。